Hi there, it's Masaki. 皆さんこんにちは、まさきです。今日は BL について話をしたいと思います。BL ってボーイズラブの略で、男性同士、男の子同士とかの恋愛とかを描いた漫画とか、アニメとかそういう作品のジャンルのことを言うんですけど、それについて、いろんな人がいろんなことを言っていて、特にその BL を好む人たちとか、BL を作ってる人たちとかに対して、いろんな意見を持ってる人がいっぱいいます。で、結構目につくのが、例えば、何にでも、どんな作品とかどんな物事にも、その男性同士の恋愛とかっていう感情を読み込もうとするから迷惑だとか、あとはそういう類のジャンルはちゃんとわかるように隔離してくれとか、間違って見ちゃうと嫌だからとか、あとはその BL における男性同性愛の描写、表彰とかがゲイ男性に対して差別的であるとかっていう風に言う人たちが結構います。つまりその BL を好んで読んだりとか見たりとか作ったりとか、そういう人たちに対して非難するような話が結構多くて、結構ね、実は私ゲイ男性、厳密にはそうではないんですけど、でもほぼそういう風に思っていただいて構わないんですけどね、その立場から見て、私個人の意見ですけど、他の人たちがどうだかわかんないけど、すごくね、頭にくることが多いというか、その扱われ方、BL を好む人たちとか、作る人たちに対しての扱い方がひどいなって思うことが結構多くて、例えば、オンラインのピクシブっていういろんな自分の作品を投稿できるようなサイトとか、あとはコミックマーケットっていうその、販売したり配ったりできる大きなイベントとか、そういうところでの、BL 系はちょっと端っこに寄ってくれよみたいな、言い方はいろいろね、感じよく言う人もいれば、すごく攻撃的に言う人もいると思うんだけれども、そういう扱いとかがあったりするけど、でも、オタク文化、私は自分がまだ32歳なので、昔のことは知らないけど、でも、少なくとも自分が後からね、遡って知ることができた情報によれば、オタク文化は、なんていうのかな、オタク女性というか、そういう、オタク女性ってのも一個の区切りというか枠になっちゃうけど、そのオタク文化を好んだりとか、消費したりとか、創作したりとかする女性は、携帯が鳴った。は別に、後からオタク文化に参加してきたわけじゃなくて、もう初めから多分いたんですよね。そのコミックマーケットにしても、ピクシブにしても、男性ばっかりがいて、そこに女性が入ってきたとか、ボーイズラブ系、BL 系のコンテンツっていうのが、後から別のところからやってきたんじゃなくて、その文化の中で、初めから内包されていたものだったというか、その、内側から出てきたものだし、オタク文化の付随物というか、その、外せるものじゃなくて、もう、中にいるものなので、そんな風に入ってくんなよみたいな扱いをしたりする、端っこの方に寄ってるよみたいなのは、ちょっとよくわかんないっていうのがまずあって、あとはその、内容について、ゲイ男性に対して差別的なんじゃないかとかって言われることについても、男性の作り手による女性の描写の方が、ものすごい膨大じゃないですか。規模が全然違うじゃないですか。で、中にはひどい描写もありますよね、女性の。でも、それに耳を傾けてきた、オタク文化の中の男性っていうのももちろんいっぱいいると思うんだけども、でも、結構目にするのは開き直ったりとか、正当化する。表現の自由だみたいな、いう人が結構多いじゃないですか。表現の自由はもちろんそうなんです。守られるべきなんですけど、表現の自由
を行使というか、それに保障されているその自由を、使って、表現したとして、それを出たものに対して批評が来るのは当たり前なので、それは悪い表現だって、一般人がね、国家権力じゃなくて一般人がそれは悪い表現だっていうことはただ単なる批評だから、それは表現の自由の範囲、お互い表現の自由の範囲内じゃないですか。こういう漫画を描きましたとか、こういう文章を書きましたって言った時に、誰かから批評が来て、それは良くないって言ったとして、お互い対等な一般人だから、あと民間企業とかね、その国家権力じゃないところから批判が来たり悪い表現だから、例えばうちのサーバーではアップロードしないでくださいとかって言ったとして、そんなのはなんていうの、他のところで出したりとかできるわけだし、あるいは出しっぱなしで批評をちゃんと受け止めて、それが人の目にさらされることで逆にいいってこともあるかもしれないし、あんまり、消させることを目的とした批評っていうのは、あんまり過剰なのは良くないと思うんだけども、でも、どんな批判も受け付けませんみたいな態度は良くないじゃないですか。表現の自由があるとしても。あるとしてもとかあるんだけど。で、女性の描写について、いろんな批判ってもちろん出ますよね。去年とか一昨年とかも CM とかいろいろ、あとどっかの科学系の論文集だかの表紙、人工知能か、のやつとか、表紙がどうのこうのとかって、批評が出ますよね。それに対してそんなの大したことないだろうとか、そんなこと言ったら表現の自由がとかって全然取り合わない人って結構多いのに、でも BL は叩かれるんですよね、結構。それって、女性が作り手が多いからかなっていう。女性のやってることって基本的に馬鹿にされがちじゃないですか。例えばアメリカの研究であるんですけど、1950年から2000年の間に、女性がいろんな仕事をするようになって、女性の社会進出ってことも好きじゃないんですけど、家庭も社会の一部なので。でもよく言われる仕事と言われるものに、つくようになって、急激になっていった50年じゃないですか。その間に、それまではだから、男性がいろんな仕事をほとんどやってたんだけども、女性が進出するにつれて、仕事によっては女性が多くなったところってあるんですよ。例えば、公園とか、キャンプ施設とかの、管理とか、いろんな仕事っていうのは、性別が逆転したというか、女性ばっかりの職場になったんですけど、その50年の間に、時給の中央値っていう人、真ん中の、一番低い時給から一番高い時給、一番低い時給と一番高い時給から、よよよよってやってったら、同じ回数、中央に近づけてった時、いろんなデータがありますよね、バーってね。データを一個一個こうやってやってった時の、ぶつかるところを中央値って言うんですけど、この中央値っていうのが 57% 下がってるんですって。男性ばっかりだった時の中央値と、女性ばっかりになった時の中央値が、だから、そっちから見てるからこうした方がいいか。こういう風に、こっちが一番、男性ばっかりだった時の一番低い賃金の人、こっちが一番高い賃金の人だったら、この部分の時給が、それごとゴゴゴゴゴゴって下がってる。57% も。あとはチケット売り場なんかも、働いてる人は女性がすごく多くなったんですけど、やっぱりそこも 43% 時給が下がってるんですって。デザイナーが 34%、家事代行、ハウスキーピングと言われるものが 21%、生物学者は 18%。で、これは、50年の間にはドルの価値も変わってるんですけど、それも考慮して、教育のレベルも考慮して、人種とか地域とか、あと職務経験とかスキルとか、考慮して、性別だけが理由でどれぐらい下がってるかっていうのをちゃんと統計的に出したものなんですけど、逆に、女性が、プログラマーって女性が多かったんですよ。雑務みたいな扱いを受けてたので。だけども男性が多くなって、ほとんどが男性になったら、すごくちゃんとした仕事、時代の流れもあると思うんですけど、ちゃんとした仕事みたいな。で、社会的地位も上がって、時給も上がってるっていう。だから、
同じことやってても、女性がやる場合と男性がやる場合だと、その結果物に対して、社会的に価値が、女性がやったことの方がなんか価値が低いような気がみんなしちゃって、そういう評価を下してるっていう、統計上の研究結果があって。で考えると、その、BL ばっかりがすごい叩かれてるっていうのは、女性がそれを作ってる人が多いからっていう理由もあるんじゃないかなと思って。で、あと、なんか、何にでも、その同性、男性間同性愛、恋愛関係みたいなものを読み込んでしまうからもう嫌だみたいな、なんか、例えば、ジャンプの漫画とか、なんだ、ドラマにしても映画にしてもなんかこう、男性向けとされてるようなもの、別に女性も消費してるんですけどね、本当はね。だからまあ一応建前上男性向けとなっているものに男性同性愛を見出すというか読み込んでしまうっていうことに対してすごく嫌悪感を感じてる人ってのは結構いるみたいだけど、そもそも、ほぼ全ての作品というか、物事に関して、私たちは基本的に異性愛を読み込むように慣れてるじゃないですか。よく、その BL を好んでる人たちとかが、ちょっとした仕草、キャラクターとか、実物の、実在の人間でもいいですけど、ちょっとした仕草とか目線とか、そういったもので、おーみたいな、あそこ、ちょっと、あれなんじゃないいい感じなんじゃないみたいな、風にちょっとこう、なんていうの、想像というか妄想というか、して、それを楽しむって、あると思うんですけど、ちょっとした仕草とか、ちょっとした、そういうなんていうの、目線とか、ちょっとした発言とか、で、異性愛を読み込むのってもう、当然のことみたいになってるから、気がついてないだけで、ドラマを見てようが、漫画読んでようが、あとは友達同士で遊んでる時にちょっと目に入ったものでもいいし、何見ても異性愛を前提に異性愛的なものを読み込もうとするように育てられてるっていうかなんか、慣れちゃってるじゃないですか。だから、気がつかないだけで、別に同性愛を読み込んだって異性愛を読み込んだって本当は対等なはずなんだけど、異性愛は読み込んでも別に誰も何も言われないとか怒られないでしょ。でも同性愛を読み込むとなんか、同性愛がないところになんで同性愛を読み込むんだみたいなことを言われて、いや、異性愛だってなかったかもしれなくない？なんていうの？代替的なオルタナティブな、読み方をしてるだけで、別にこっちが異性愛を読み込むのが正当なわけでも、なんていうの？そっちの方が正しいわけでもないじゃないですか。同性愛読み込んだって別にいいじゃないかと思うんですよね。あと、よくそのなんか、BL のその男性同士の恋愛の描写は、ゲイ男性に対する差別だ、みたいなこと言う人いるんですけど、その言ってる人たち、差別だって言ってる人たちは、普段、その同性愛のこととか考えて、その異性愛中心の世の中のこととかに対して、なんかやってんのって。やってないでしょって、ほとんどの人が。やってる人もいるかもしれないけどね。でもほとんどの人が多分やってないと思うの。その、例えば、石原慎太郎がなんかさ、いろいろ問題発言があったけど、その時、コーディとかしたって。あとは、この間の、トンネルズのホモとか。あれ、良くないって思うでしょ？ BL が良くないと思うんだったら。絶対思うでしょ？ホモの方がやばいでしょ？その男性が作り手のいろんなテレビとか映画とかの中のゲイ男性描写やばいよ。BL と比べてどうかとか、そんな大きなね、ジャンル同士というかなんかその、比べられないけど、でも、見てる限り、私はもう個人的にはもうそっちの方が頭にくることが多くて、そっち講義したって。してんならいいんだけどとかしてる人もゼロじゃないでしょう。だけど、多分ほとんどの、その、BL はゲイ差別だって言ってる人たちって、そんなことしてないんですよね。だからその、男性の作り手だろうとか、思われるようなこと。あとはその一般的になんかこう、主流とされるようなメディアとか、その後男性が演じてるとか、そういうものに対しての文句って言わないくせに、女の人が主に作ってるとか、女の人が主に
消費してるとかっていう、まあ実態として主にっていうのがどのぐらいの割合かわかんないけど、でもそういうイメージがありますよね、BL ってね。を、ターゲットにはするっていう、なんていうの、二重規範って言うんでしたっけ？二重基準わかんないけど、ダブルスタンダードって言うじゃないですか。なんていうの、気がついたものから指摘していくのはいいと思うんで、別になんか常に全部の問題について指摘しなきゃいけないとか、批判しなきゃいけないとか、抗議しなきゃいけないわけじゃないから、自分の持ってるね、時間とか、心の余裕とかの中で、本当に良くないと思うものに目についたものに集中して、それを問題化するとか、声を上げるとかっていうのはもちろん、まあみんな当然そういう風にするんですけど、だからこっちもやってるから、じゃあこっちも絶対やるとか、そういう風に全部の問題について言うつもりはないけど、でも、すごく顕著というか、BL のことを叩いてる人、BL のこととか BL の作り手とか、消費者とかを叩いてる人で、他のことをやってくれてるのかなって私は正直信用できないです。なんか逆にむしろ利用されてる感じ。女を叩くことに、ゲイ男性っていう今LGBT っていうことで守られるべき存在みたいな感じで、主流のメディアでも立ち上がってきてる、カテゴリー名、雰囲気あるじゃないですか、今の。なんか守るべきものだ、LGBT はっていう。その枠組みを利用して、女性を叩いてるだけなんじゃねえかなっていうふうに思える時が結構あるんですよ。実際に、ホモとか石原慎太郎の言ったこととかってのも悪いと思う。で、BL も悪いと思う。っていう人もいると思うんですね。で、どっちも悪いけど、自分は、いろんな理由で、例えば目の前にそれが、よく出てくるから気になったとか、いろんな理由でね、BL を叩いてますっていう人もいるかもしれないんだけど、よく考えてほしいの。例えば、電車の中とかで、これ結構ツイッターとかでもよく出てくる話なんだけど、例えば女性が座ってて、その横に知らない男性が座ってて、男性がすげえ大股開きしてたとするじゃないですか。で、その時に女性が、例えば隣にいる男の人、例えば自分の、旦那さんだったり、彼氏だったり、友達だったり、なんだかわかんないけど、知り合いの人が隣にいたとするじゃないですか。喋り出したりとかして、男の人も、この人の、連れなんだって分かると足閉じたりするやつとか、いるんですよ。あとは、ちょっとなんか文句言ってきて、なんか、バッグがぶつかったとか、なんか何でもいいけどなんか言ってきて、で、すいませんとか女性が言ってる時には強気だけども、どうしたのとか言って連れの男の人とかが来たりすると、なんか、引っ込むみたいな。女の人には強気で言えるけど、男の人には強気で言えないみたいな。それは、なんていうの、結構、なんていうの、そういう、今言ってるような BL 叩きをする人たちだけの話ではなくて、みんな正直そういう傾向はあると思うんですね。なんていうの。みんなそういう感覚から自由じゃないから、私もそうだし、そういう風にしてしまって失敗したこともあるし、良くないことだと思うんですね。そういうなんか無意識にやってしまうこともあるじゃないですか。だから、たまたま BL 叩いてるんです。石原慎太郎の言ったこととか、ホモも良くないと思います。っていう人もでもよく考えてほしいなと思うのは、自分の中で無意識にそういうように思ってる可能性もあるんじゃないかなっていうふうにちょっと一回考えてほしいなと思います。で、そもそも、BL の中の表彰描写とかっていうのが、なんていうのかな。結構ゲイ男性からもなんか、あんなのはゲイじゃないみたいなこと言ってくれる人がいたりとかして、いやー、どうなんでしょうねって思うのがなんか、そもそも何でもさ、どんなものにしても、描いた瞬間に現実とは異なっちゃうじゃないですか。離れちゃうじゃないですか。そんな完璧に描写することなんて何も不可能だから。ゲイ男性が作るゲイ男性向けの漫画ジャンルみたいなのもあるじゃないですか。ゲイ雑誌とかに載ってるようなやつがあるんですけど、すごいなんか、正直私からしたら、なんか、体型とか、あとなんか、毛の濃さとか、口調とか、喋るセリフの。なんかね、私としては正直入り込めないっていうか、自分のセクシュアリティとかがそこに描写されてるとは全然思えない。それは私の個人的な感覚なので別に、そういう漫画がダメだって言ってるわけじゃないんだけど、そういうのすら別に正確な描写ってありえないわけですよ。ゲイ男性が書こうが。だから、なんか女性が書いたものだからって言って、
特に馬鹿にされてるというか、女性が正確に男性を描けるわけないだろうぐらいの、なんか、そういうふうに思ってるか、無意識かは置いといて、そういう空気があるんじゃないかなっていうふうにも思います。あと、なんかそもそも、BL って、あれゲイ男性の話なのかって疑問もあるじゃないですか。男の人と男の人が恋愛をしようがセックスをしようが、ゲイ男性とは限らないですよね、実際は。結構、多くの異性愛者の人が、例えば結婚してたりとか、彼女がいたり、彼氏がいたりっていう状況でも、同性と浮気をするというか、他にも浮気じゃないにしてもね、そもそも複数でいいよ、みたいな、ポリアモリーとかなんだっけ。ガミーは結婚か。まあ、ポリアモリーとかって言うんですよ。いくつ、なんていうの、複数の人を同時に愛せるとか、まあそういう人もいるから、浮気っていう表現はもしかしたら、そういう人にとっては、正確な感じじゃないかもしれないけど、まあ他に同性と関係を持つとかっていう人もいるし、あとはそもそも、どっちか片方の性別と今付き合ってたとしても、別にその人、バイセクシャルかもしれないじゃないですか。で、実際バイセクシャルみたいな描写がある BL とかも結構あって、ゲイ男性の描写だっていうのを一概に言えない。そもそもその中でヘテロセクシャル、異性愛、ホモセクシャル、同性愛と、バイセクシャル、両性愛とか、他にも、まあいろいろあります。パンセクシャルとか、他にもオムニセクシュアルとか、なんかいろんな名前あるんですけど、どれだかわかんないし、そもそもその枠組みで、フィクションの世界を、切り分けられるのかっていう問題もありますよね。必ずしも、現実の今の、現代の社会における枠組みっていうのをそのまま踏襲するだけじゃないじゃないですか。フィクションって。むしろ今ある形ではない形を想像したりとか、他の可能性っていうものに開ける、オープンする、ものじゃないですか。フィクションっていう、創作の、活動というか、創作行為って。そういう可能性を常に秘めてるものじゃないですか。だから、見てて、明らかにゲイ男性だっていう、キャラクター設定のキャラクターっていうのもいるとは思うんですね、BL の中で。でも、結構な割合でゲイ男性っていう、例えば本人が、キャラクター自身が自分をゲイだというアイデンティティを持ってるとか、そういうのって、どっちかって言ったら少なめなんじゃないかなと思う。ゲイ男性を描写してるとは限らない。その男性同性愛を描写してたとしても、それがゲイ男性を描写してることにはならない。じゃないですか。と思うんですね。だから、なんかね、もうちょっと柔軟に見た方がいいんじゃないかなと思う。ただもちろん男性同性愛っていうものの表彰は、ゲイ男性の表彰だと思われがちなので、そういう社会において男性同性愛をどう描くか、その描き方がどういうふうに現実のゲイ男性の、生活とかに影響を及ぼしうるかってことはもちろん、BL に限らず考えなきゃいけないことだし、例えばホモとかね、別にあれ、ゲイ男性って明言してないですし、ホモって言ってるから、まあ、ゲイじゃないにしても、ホモだっていうことにはなってるんでしょうけど、そういうなんか、なんていうの、明言しないにしても、総合的に、結果的にイメージを作るってことはあるので、それをまあ批判するってことはあり得るとは思うんですけど、ただ BL だけをなんかこう、ターゲットにして叩くっていうのは、ちょっと道理が通んないというか、例えばね、私は、文学作品とか、映画とか、まあ何にせよ、文化的な著作っていうのに対しての批評っていうのは、特に差別論的な批評は、社会の差別的な構造というか、こう、いろんなシステム、社会制度とか、慣習とか、あとは文化意識的なものっていうものに、その作品が裏付けられてるか、なんかバックアップされてるか、援用してるというか、
構造、差別的な構造があることによって成り立つような表現がなされてるかとか、あとは、その差別的な構造をただなぞってるだけなんじゃないかとか、あるいは、むしろその差別的な構造をこう強化するようなこう表現をしてるんじゃないかとかって、そういう観点で、その作品一つ一つを見て、まあ、一つ撮ったってその中にも、なんていうの、社会的なそういう構造とか、規範とかっていうものを踏襲して強化しちゃってる部分もあれば、この部分はちょっと、むしろ、なんていうの、解体するようなところあるよね、みたいな評価の仕方もありだと思うんですけど、まあ、とにかくそうやってなんか細かく丁寧に見ていかなきゃいけないもんだと思ってるんですよ。あるいは、なんかまあ、なんていうの、その、いろんな作品の分析というか、このエレメントを出してって、こういう部分がある、こういう部分がある、こういう部分があるって出してって、で、いろんな結構多くの作品、例えば何年から何年までに何とかってところで発表された作品全部をそれでやってって、結果的に統計的に数字でね、出したらばこういう傾向がありましたとか、そういうことはできると思うんですよ。だけど、BL はこうだ、みたいな。ジャンル全体として、しかもその、なんていうの、歴史的な変遷とかも関係なく、全部こうだって言っちゃうっていうのは、そんなことは言えないだろうと思います。で、もちろん、その BL が私は別に完璧だとか言ってるわけじゃないし、BL を読んでて、嫌な気分になることもある。だけど、他のもの、世の中の見てて嫌な思いをすることなんていっぱいあって、全部不完全なわけですよね。完璧なものなんてないというか、その、なんていうの。少なくとも、こう自分のことしかわかんないですけど、自分がまあ当事者であることからについて何か見て嫌な思いをすることなんて、そんなことはもう当然日常茶飯事であるので、何かこう特定のものだけを目の形にしようとかっていうのはあんま思わないというか、すごい悪質だなって思ったものとか、これはちゃんとなんかこう対抗言説というか、それに対したなんかこう何か出した方がいいだろうなって思うものだけちょろちょろって出したりしますけど、なんかこうそのね、特にその作り手が女性が多い、消費者も女性が多いとされてる BL についてだけ、そのなんか批判的、すごく攻撃的だったりする人っていうのは、その攻撃はすごく男性中心主義的だなと思うし、それをするためにゲイ男性のことを出して、それは差別だみたいな風に利用するっていうのはすごいなんかもう、同性愛者を自分の好きなように利用する異性愛中心主義だなとも思います。私ね、個人的な話をすると、小学校高学年から中学、まあ3年間ぐらいの間、一番こう、なんていうの、思春期というか、いろんな恋愛感情が生まれたりとかする時期じゃないですか。その頃に、自分のセクシュアリティが、こう揺れたりとか、こう、いろいろあるわけですよね。悩んだりとかっていうのもあって、そういう時期に、私ね、近所に本屋さんがあって、普通の一般の、なんていうの、個人本屋さんなんですけど、そこの、になんかこう、アルバイトの子が何人かいるぐらいのちょっとした大きな規模の、でも個人の方がやってる、チェーン店じゃない本屋さんで、そこの、なんか一箇所 BL コーナーができたんですよ。小学校高学年の時だと思うんですけど、で、すごい気になって、なんか自分もなんかちょっと、小学校のね、6年生ぐらいの頭ぐらいから少し、私、セクシュアリティが変わってきてるんですけど、男性への、なんていうの、性的な興味とか、恋愛的な興味が、いきなり生まれ出した時だったんですよ、小学6年生の時に。そのちょっと前まではね、本当に異性愛というか、ヘテロセクシャルで、女の子のことしか興味がなかった、興味がなかったっていうか、友達としては別にどっちも関係ないけど、恋愛的な興味は女性にしかなかったんだけど、変わり始めた頃で、その頃にたまたまそういうのが見つけて、本屋さんで。で、すごい気になって、でも買えないじゃないですか、ちょっと度胸がいるじゃないですか。で、そうこうしてるうちになんかね、どんどんその、一月に一回ぐらいの距離で、その BL エリアがね、こんなちょっとだったのが、パカって増えて、またバーンって増えて、一つ、なんか全部棚になって、その後なんか裏側も全部 BL になって、多分誰かね、
店員さんでいたんでしょうね。BL を好む、熱意のある方が。その方のおかげでですね、ある時、意を決して、買ってみたりとかして。で、なんかすごく、自分がその時、持ち始めてた男性、男の子がいるのね。今こんなに男の子って言ってなんか、性的搾取な感じがするけど、その時は自分も男の子だから、他の男の子に対しての、その興味とかっていうものを、なんだろう。すごく肯定してもらったような感じがしたんですよ。BL を読むことで。なんか、男の子同士で恋愛をしたりとか、セックスをしたりとかっていうことをしたとしても、別に幸せになることもあるんだっていうことすら知らないわけですよ。その頃。ネットもあんまりなかったし、テレビの出てくる人たちもそれこそホモレベルのやつですからね。そういうことすら知らなかったわけですよ。で、そういう BL に出会って、カップルになってるだとか、一緒に住んでるだとか、幸せじゃないケースも、ストーリーもいっぱいありましたけど、それはそれでね、切ないって思ってザ・マーガレットを読んで泣いてるゆかの、姉が読んだりとかしてたんで、たまに読んで泣いてたんですけど、普通に恋愛の漫画とかドラマとかを見ても異性愛の話ばっかりじゃないですか。そんな中、BL はね、すごく感情移入しやすかったというか、すごく、その BL というジャンルにしても、作り手の人たちにしても、BL っていうマーケットをね、作ってきた消費者とかの人たちにはもう感謝してもしきれないですよ、私。その頃もし、その後高校生になってから、ちょっと大きな都市の本屋さんに入って本見てたらば、たまたまね、ゲイ雑誌が置いてあったんですよ。ゲイ雑誌っていうゲイ雑誌でググってみてください、知らない方は。いろいろあるんですけど、グラビア付きみたいな。すごくほぼ裸の男性とかの写真が載ったりとかしてて、それはね、その辺にあるコンビニでヘテロ男性向けはいっぱい売ってるのでびっくりすることじゃないんですけど、私、興味があったというか、初めて見たゲイ雑誌と思って、手に取って見てみたんですけど、それはちょっとね、その頃はね、ちょっと刺激が強かったっていうか、これではない。私はこれになりたいわけではないっていうふうに思ってしまって、今考えれば、それを私が抱えていた、というか、持っていた同性愛嫌悪というか、ホモフォビア、特にその男性同性愛に対しての嫌悪感っていうのが自分にもあったんだなっていう、今もゼロじゃないでしょうけどね。やっぱり自己否定的な気持ちだって、完全になくなることはないじゃないですか。どんな内容にしても、別にセクシャリティ関係なく。でも、その頃は本当に強烈にそれを感じて、私は、もう全然 BL の方に、自分の、セクシャリティを寄せて考えてたので、すごいショッキングでしたね。さっきちょっと言ったけど、ゲー漫画のことで、体型とか、毛の濃さとか、髪の毛の長さとか、服装とか、いろんなものが全然自分が憧れてるものではない。見事に体型はね、ちょっとそっち方向になっちゃったんですけど、他の部分はちょっとあんまり、今でも自分の、こうありたいなっていうものではないんです。でもそれを、気持ち悪がるとかっていうことは、それはとても同性愛嫌悪的な部分もないとは否定しきれないので、そういうふうには思わないようにはしてるんですけど、でも全然正直今でも BL の方が私の中では、自分のセクシャリティの、自分で持ってるイメージというのとは近いですよ。もし、自分が中学生の時に、順番が逆だったら、BL に出会ってからゲイ雑誌を見て、と思ったけど、BL に出会わないで、ゲイ雑誌に出会ったりとか、あるいは BL に出会わないで、高校生ぐらいの時に、例えばその頃はアプリとかなかったからね、スマートフォンとかなかったから、携帯電話ですよ、普通のガラケーですよ。で、例えば掲示板なんかで誰かと会おうなんて話なんかしちゃって会っちゃって、で、いきなり会ってすぐに、
なんか、性的な関わりを持ってとかね、そういう経験をしたとしたら、私自分のことそんなに肯定できたかどうか自信がないというか、とにかくすごく BL に助けられたってことですよ。だからね、BL 叩いてる人たちはね、そのゲイ男性のために戦ってるぐらいのなんか顔してますけど、正直余計なお世話だと思います。なので、やめていただきたいなというふうに思います。その、同性愛に対しての真剣なね、なんていうの、関わりを持とう、なんていうの、同性愛の人たちの人権を守るとか、尊厳を守るとかいうことに真剣に関与するのでなければ、真剣にそういうのに携わっていこうとか思ってるのでなければ、なんかゲイ男性のことを持ち出して、女性というかその、作り手とか消費者とか BL のね、を叩くのはやめていただきたいし、ゲイ男性を利用しないにしても、そもそもその BL っていうものを叩くっていう、なんだろう、こと自体が自分の中でどちらかというと、なんか男性中心的な考え方に影響されてるんじゃないかとかっていうふうに一回ちょっと思ってほしいなと思います。別に私がそういうことをから自由だとか言うわけじゃないですけど、でも自分もそういうふうに考えなきゃいけないなと思ってる。何か自分が発言したりとかするときには、人から教えてもらったらそれを注意するようにしたいなと思うし、もちろん完璧じゃないから間違っちゃうこともあるけどね。なので、そういう話ですよ今日は。というわけで、BL について、ほぼゲイ男性である私が話すみたいな。ゲイ男性って言っていいのか分かんないけど。なので、皆さんそれぞれいろんな意見があると思うし、見てきたものが違うからね、それぞれね。だけど、とりあえず私の今日話した話を踏まえて、もし何か、こういう側面もあるんじゃないかなとか、私はこういうふうにずっと思ってたよとか、何かあったらコメントをください。あとは、この話が大事なことだなと思ってくれたら、Twitter とか Facebook とかで回してください。リツイートとかシェアしてください。よろしくお願いします。今日ずっと日本語でごめんなさい。では、バイバイ。